どうも、ワンピースの道徳仮面 YouTuber ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのはギアフィフスの伏線です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでいない人やコミック派の人は多いネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。1年3ヶ月前、1000話の時点で考えた魚人島はワノ国の先取り説。この説はここまでかなりの高確率で実現しています。さらにこちらで考えた映画ストロングワールドワノ国先取り説もここまで高確率で実現しています。小田先生は数十年前からワノ国の展開を考えていたのでしょう。魚人島はワノ国の先取り説とは、厳密には魚人島編はワノ国編までの物語の後半、新世界の展開を先取りしていると考えました。それはパンクハザード編、ドレスローザ編、ゾウ編、ホールケーキアイランド編、ワノ国編の展開が魚人島には濃縮されています。具体的にはまずルフィと同じ服を着ている魚人島でのホーディの行動はその後のルフィの新世界の行動とおよそ同じです。海賊同盟や工場の破壊など、ホーディはルフィの行動を先取りしています。詳細は過去動画をご覧ください。さらに魚人島で見せた麦わらの一味の技もおよそ鬼ヶ島と繋がっています。このことからサンジはクイーンにヘルメモリーズを放つと予想して的中できました。さらにノアの箱舟の落下を白星が止めたように鬼ヶ島も落下して桃之助が止めると考え、それも事前に的中できました。恨みを受け継がない白星と仇討ちをしたい桃之助です。これらを踏まえて今回考えたいのは1044まで覚醒したルフィのギアフィフス太陽の神ニカです。まず魚人島にはメダカの5つ子の一人ニカが登場しましたが、これは以前の動画でも考えたようにメダカとは漢字で麦の魚、メダカと書くので麦わらのルフィがニカになる伏線でしょう。次に鬼ヶ島編はスリラーバーグ編と表裏一体だと何度も考えていますが、スリラーバーグ編の主人公はブルックでしたから、魚人島のブルックの行動も確認しましょう。魚人島でブルックはパーティーミュージックという音楽によって敵に空想を見せる技ファンタジアを放っています。これは空想のまま戦うギアフィフスルフィと繋がるでしょう。この時のブルックは満月をバックに飛び跳ねており、これは1044話で満月をバックに飛び跳ねていたギアフィフスルフィと同じです。さらに魚人島643話ファントムでブルックは読み読み読みの神髄について語っていました。音楽を奏でればより強く人々の魂を震わせ、その世界に引き込み時に幻さえ見せる。これは死の淵に陥ったルフィが解放のドラムを鳴らし、時に幻空想を敵に見せて戦うギアフィフスルフィと同じです。さらにブルックといえばビンクスの酒ですが、1045話でルフィはビンクスの酒の歌詞死んだらみんな骨だけだと同じことを言っています。ルフィの笑い方はシシシ、ブルックの笑い方はヨホホです。次に再びルフィの影ホーディを考えましょう。ホーディも魚人島でルフィのように白い怪物に変身しています。これは魚人島の国宝玉手箱の中にあった一時的に力がアップする伝説の丸薬エネルギーステロイドをホーディが奪って使用したものです。このエネルギーステロイドのステロイドとは何でしょうか。一般的にステロイドと呼ばれるものは2種類あります。筋肉増強作用があるドーピング薬のステロイドと皮膚の治療に使う軟膏ステロイド外用薬です。この2つは同じステロイドですが全く違う薬です。ホーディが使ったのは筋肉増強剤のステロイドでしょう。このステロイドの元となるものは天然に存在するトリテルペノイドテルペンの一種だそうです。テルペンとは植物や昆虫、菌類、細菌などによって作られる生体物質で、それは植物から産出される油から大量に見つかったそうです。つまりステロイドとは植物の油、オイル。ここまで僕はニカとは油や樹脂を含むゴムの木の白い樹液の原獣だと考えていますから、白く覚醒したルフィとホーディは植物由来ということになります。さらに面白いのはステロイドことテルペンを複数重合すると、なんと天然ゴムが得られるそうです。こうした魚人島のワノ国先取り説を考えると、ワノ国のクライマックスで何が起きるのか魚人島から考えることができそうです。まず思いつくのは古代兵器関連でしょう。魚人島編の最後にはジョイボーイの話が登場し、古代兵器ポセイドンが白星だったことが発覚したので、ジョイボーイと同一視される覚醒したギアフィフスルフィが登場していますから、古代兵器の話も登場しそうです。それはおそらくウラヌスでしょうか。また前回の動画では鬼ヶ島屋上へ送り出したライオンのミンクシシリアンの語呂合わせから覚醒したルフィのイメージはサニー号と同じ太陽の獅子だと考えましたが、魚人島編終盤ではシシリアンと同
同じライオンのミンク、ゾーン系のペコムズがロギア系のカリブーに打ち勝ち、ゾーン系の強さを印象づけていますが、これはゾーン系人々のみルフィと繋がるかもしれません。そのペコムズとカリブーのバトルシーンの次に登場したのが海軍 G5 です。海軍 G5 とはスモーカーとタシギが所属するパンクハザードで活躍した荒くれ者たちが集う海軍の支部です。この支部全体のイメージがギアフィフスと繋がっているかもしれません。海軍 G5 の特徴は火あぶり、キャンプファイヤーです。荒くれ者の集まり、海軍 G5 は捕まえた海賊を火あぶりにしていじめるそうです。この変わった特徴は過去に4度も登場しています。652話の火あぶり、655話の火あぶり、673話の火あぶり、682話の扉への火あぶりです。682話の扉へでは海軍 G5 の基地でやりすぎ准将がカリブーを火あぶりにしていました。これらのことからやはりギアフィフスルフィは火を使うと考えます。しかし1046話でルフィは雷を手に持ちました。これは海軍 G5 とどのようにつながるのでしょうか。このギアフィフスルフィの雷は海軍 G5 基地長ベルゴとつながると考えます。これは以前考えましたが、ベルゴは年下のローにベルゴと呼び捨てにされるとベルゴサンダーと訂正させます。つまりベルゴサンダーとはベルゴサンダー、サンダー雷、ベルゴのお土産の形もサンダー、そしてサンダーとはサンダー。このサンダーとサンダーのダジャレは光月おでんがかつて倒した山の神白いイノシシとつながりそうです。まず山の神の山とは日本語で山と読みます。故に山の神とは山の神、太陽の神、そして白いイノシシとは白いニカルフィとつながります。ルフィが真っ白な太陽の神ニカになったのは1044話イノシシです。白い山の神山の神イノシシと白い太陽の神1044話のニカルフィです。脱線しましたが、とにかく海軍 G5 はギアフィフスルフィを表すと思われ、他にも例えば G5 たちはパンクハザードでシーザーの紫色の死の国に飲まれて真っ白になっていました。この黙々とした紫色の死の国は紫色のゴムゴムの実のイメージなのかもしれません。こちらの動画では死の国ことスマイリーや人造悪魔の実スマイルは太陽の神ニカと表裏一体だと考えました。この見た目がゴムゴムの実に似ている死の国は以前の動画で考えたように同じくゴムゴムの実に似ているイワン国の神からカニちゃんこと稲妻が現れたことに似ています。そして何度も考えているようにカニとニカにはつながりがありそうです。そこでさらに考えたいのは魚人島のカニ手のジャイロです。魚人島序盤に登場したカニ手のジャイロはホーディの支配から逃げ出しますが、結局ホーディに見つかって半殺しにされます。しかしホーディはあえて殺さずに生かしてカニの船をわざわざコーティングしてカニ手のジャイロたちを地上へ送っていました。これは魚人の恐ろしさを人間たちに植え付けるために行った行動ですが、これを真逆に考えるとニカことルフィはいつの日か魚人島を地上へと浮上させるのではないでしょうか。それこそが魚人たちの夢太陽の元へです。その時占い師シャーリーの予言通り深海の魚人島はある意味で滅ぶ。つまり2年前から考えているように麦わらの男が魚人島を滅ぼすというシャーリーの予言はポジティブな意味でしょう。そして次に考えたいのは魚人島で暗躍したカリブーです。カリブーについてはこちらの動画でこのように考えました。こちらです。それは神です。カリブーは登場してから3度も神について語っています。1度目は初登場の600話、再出発の島にて海兵を刺し殺したカリブーは神よお許しをと願っています。しかもここではいつもカリブーのことをアニスケと呼んでいる弟のホリブーが神のことを神スケと呼んで謝罪していました。2度目は603話、心に留めておけにてカリブーが騙された偽麦わらの一味たちを生き埋めにしようとしていますが、そこでは神はこれを許すのかと発言しています。3度目は604話、真相へにて麦わらの一味の船に1人残されフランキーが海へ放り出そうとする際に神が見ちゃってるぜと命乞いをしていました。これらのことからカリブーの異名濡れ髪のカリブーとはいわば濡れ髪のカリブーなのでしょうか。カリブーの長い袖にも注目しましょう。長い袖、つまり袖を長くするとそれは神です。長い袖イコール神。
このようにカリブーには神のイメージが付随していると考えました。この時は神と呼ばれたイム様と繋がるだろうと考えましたが、ルフィも神になりましたから、カリブーはおそらくルフィのヒントキャラでしょう。太陽の神ニカルフィは奴隷を解放する戦士だとも呼ばれていますが、720話の扉絵でカリブーは革命家ガブルに扮してカイドウの部下スコッチと戦い、工場で働く労働者を解放しようとしています。つまりカリブーもまた解放の戦士であり神。そしてカリブーは魚人島編の後半で登場してルフィの技ゴムゴムのガトリングと同じようなネーミングの技ヌマヌマのガトリングを披露していますから、ルフィとカリブーは同一視できます。つまりルフィの体はやはりカリブーのようにドロッと変形できる。そしてドロッと変形できるといえばベビー5です。ベビー5の能力はご存知、全身武器人間ブキブキの実です。ブキブキの実の語呂合わせはブキブキ2929ニカニカニカ武器とニカ。これはよく聞かれますが、なぜかが9なのか。通常数字で表せないかを語呂合わせするなら、それは頭文字がく、き、こと読める9を家行と捉えて代入しています。これは小田先生の語呂合わせ手法だと考えます。読者投稿ではないカバジの誕生日を小田先生は9月8日カバジに公式で設定しています。このことからカは9で語呂合わせしていると考えます。とにかくニカの語呂合わせは29であり、こちらの動画では56ゴムを反転させると29ニカになると考え、その考えは的中し、ゴムからルフィは本当にニカになっています。つまりブキブキの実のベビー5とはギアフィフスニカのヒントキャラかもしれません。そんなベビー5の能力はブキメルフォーゼ。ベビー5は自分の体を自由に武器に変形できます。となると、こちらの動画で考えたようにギアフィフスルフィは自分の体を自由に変形できるかもしれません。そんなギアフィフスのヒントキャラベビー5の相棒はぐるぐるの実の回転人間バッファローでした。バッファローの技は突風又三郎という台風のように嵐を巻き起こす技でした。これも嵐を呼ぶ D のイメージと合致しています。さらにベビー5と結婚した八方水軍サイも考えましょう。サイの風貌はまさに猿モンキーですが、その異名はドンサイです。これはドンはドンでもドン違い。1年前に考えた D の一族の意味ドーン夜明けと繋がっているかもしれません。そしてサイは麦わら大船団の3番船の船長ですから、3=3太陽のイメージであり、サイの星座は獅子座ですから、太陽の獅子ルフィやサニー号と同じイメージでしょうか。そんなサイの嫌いな食べ物はニカの反対カニです。さらにサイの祖父チンジャオとルフィの祖父ガープにも因縁がありました。以上のことからサイはルフィとつながり、ベビー5とバッファローはギアフィフスニカとつながっていそうです。そしてもちろん何度か考えたように人の語呂合わせ人110話に登場したミスター5もギアフィフスのヒントキャラでしょう。ミスター5は鼻と空想を合わせて鼻空想鼻クソノーズファンシーキャノンを使うので、空想のままに戦うギアフィフスのイメージと合致しています。今回はルフィと同じく白く覚醒したホーディやルフィと同じ解放の戦士であるカリブー、そして海軍 G5 やベビー5、ミスター5とはギアフィフス、ルフィのヒントキャラだと考えました。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。